こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はシンセサイザー V のワンポイントテクニックご紹介という動画になります。ちょうど最近シンセサイザー V をフィーチャーした作品を作りまして、その制作過程でいろいろ発見したことや調べたことなどありましたので、いくつかシェアしていきたいと思います。まずは非常に基礎的なテクニックですが、息継ぎですね。息継ぎはアルファベットで BR と入れると、入力することができます。聞いてみましょう。街灯の下、静寂の中。はい、こんな感じで入れることができます。で、このノートの高さはそんなに影響しないのかなと思ってます。ちょっと試しに低めに設定してみましょう。街灯の高めにしてみます。街灯。もうほぼ影響しない感じがしますね。ですので、例えば歌詞とかをエディットしているときに、息継ぎなのか歌詞なのかっていうのがちょっと分かりづらかったりするんで、ちょっと大幅に下の方にこうやっておくとかも制作効率を上げる一つのテクニックかもしれません。そして息継ぎのノートの長さですが、例えばこれをフルに四分音符分伸ばしたとしても、四分音符丸ごと息を吸うのかといったらそんなことではなく、いい感じの長さに調整してくれるかなと思いました。の下、静寂の中、冬。はい、という感じで自然な息継ぎに自動的にしてくれますね。で、特にエモーショナルに歌い上げてほしい時とかは、息継ぎは必須のテクニックになるかなと思います。続きましては、歌詞をまとめて入力する方法ですね。通常はこのようにノートに一個一個に歌詞を入れていくのですが、この状態ですと、視覚的には分かりやすいんですが、例えば、後半の3文字入れ替えたいとなったら、3箇所直さなきゃいけないので、一つのノートに丸ごと歌詞を1行分ぐらい入れて、その後のノートに自動に振り分けるというやり方をご紹介します。で、やり方としては、まず、任意のノートを一つ選びまして、例えばここを静寂の中、丸ごと入れちゃいます。で、このままですと、この1音で早口で音が入ってしまうかなと思うので、その後に続くノートを選択して歌詞入力。Mac ですとコマンド L ですね。で、これで、プラスと入れます。で、自動繰り返しを押しておけば全部のノートにプラスが入るので確定をします。はい、このようになりました。すると、自動的にこのように振り分けてくれます。では、聞いてみましょう。静寂の中。はい、このようになりました。で、もともと意図してた割り方と違うので、その場合はノートを分割したりとか、この部分だけ別の入力したりとか、という工夫が必要になります。例えばここだと、意を抜いた方が僕の意図する割り方に近くなるかなと聞いてみましょう。静寂の中。はい、こんな感じになりました。これですと厳密には僕は静寂じゃなくて静寂にしたかったので、そういう場合はやっぱりここは静と入れて、ここに弱の中と入れるみたいな工夫が必要になるかなと思います。静寂の中。いずれにしてもこの中で編集できるので結構歌詞とかを頻繁に入れ替えたりする場合は便利かなと思います。で、このテクニックは英語にも使えるテクニックで、例えばこの部分 sorrow という一つの単語を2つのノートに振り分けたい場合、このようにプラスを入れて手前のノートに sorrow と一文字入れてあげると自動的に分割してくれます。はい、こんな感じですね。で、特に英語の場合は、例えばこの前半の sorrow、so と row で割ると、ちょっと発音が変わってしまう場合があります。そうになっちゃいました。今のはちょっとビビたる変化でしたが、文字によってはだいぶ意図しない発音になったりしてしまうので、このようにすると正しい発音で分割してくれます。続きましては、今度はマイナス記号の使い方です。これも英語とかに使えるテクニックですが、例えばこの箇所、of という一つの単語。この単語を音程としては2つのノートに分けたい場合にマイナスを使うと、of という発音を保ったまま2つのノートを歌ってくれます。では聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。特にこの of なんかはこのマイナスを使わないと
こう分割することはできないというか難しい。ここにおと入れて、ぶと入れたりとかしても、うまくいかないことが多いかなと思うので、マイナス記号を駆使してみてください。これはもちろん日本語にも使えます。同じ母音でおみたいにつなげたい場合、マイナス記号を使ってみてください。続きましては、全体の音色的な調整の部分ですが、トーンシフトのパラメータを使うとファルセットっぽいニュアンスを出すことができました。今回この曲ではバックコーラスみたいのを、加えたのですが、柔らかめのおしゃれな感じにしたかったので、このトーンシフトを一番下まで下げることでちょっとファルセットっぽいニュアンスを出すことができます。まずはこの状態で聞いてみてください。Two of us are... はい。これが、デフォルトの0ですと結構はっきりした発音になります。Two of us are... はい。そしてこれは全開ですとさらにはっきりした感じになります。Two of us are... はい。という感じで、これは個別のノートに関する設定ではないので、全体でトラック全体で変わってしまうのですが、バックコーラスとかはこう下げ目にするといい感じの柔らかいニュアンスになると思いました。はい、続きましてはビブラートの調整ですね。で、デフォルト状態でもこのソフト非常に優秀ですので、いい感じのビブラートをつけてくれるのですが、例えば自分の任意のタイミングで特にロングトーンとかビブラートかけてほしいなっていう時にこの調整方法を使ってみてください。まずは目的とするノートを選択してノートプロパティからピッチモードですね。デフォルトは歌唱オートモードになっていると思いますが、これをマニュアルモードに切り替えます。そしてこのビブラートの項目の開始タイミングというスライダーを後ろにすると、ビブラートが始まる位置を調節できます。これはマックスが1秒みたいですね。そしてこの左というのはこの部分ですね。ビブラートがかかる強さというか度合いというかっていうのを変えることができます。ですので、いきなりビブラートが急にシンセみたいにギューンと始まるのではなく、緩やかにかけてほしい時とかは、このように多めの秒数にします。で、右というのはビブラートの終わりのニュアンスですね。これも緩やかにしてノートが終わるみたいな調節ができます。そして深さや周波数はそのままですね。ビブラートの深さだったり揺れ幅を調節できます。で、このあたりも非常に優秀なのは真ん中ぐらいにしておくと無難にちょうどいいビブラートにしてくれます。これ聞いてみましょう。はい、こんな感じです。この開始タイミングが今は1秒がマックスですので、このテンポでこの長さの場合はオートにしちゃった方がこれのしゃくりとかも自動的に加わって、こっちの方がいい感じかなとも思いました。はい。で、もちろんこのツールをこっちのグラフみたいなツールに持ち替えて手で書くこともできます。こんな感じですね。でも結構手で書くの難しいんで、この終わりの部分をどうしてもちょっとピッチダウンして終わらせたいとか、そういうぐらいの調節がいいのかなと思います。続きましては、歌詞を発音によって使い分けるというところですね。わかりやすいところで言うと、この手におはの目覚めた先はみたいなとこは、ここはにしてしまうと、先はって歌ってしまうので、ここは和音の和にしてあげています。めた先は同じような感じで、例えば街灯の下という歌詞なんですが、ここはあえておにして街灯おにしています。街灯の下。これがうでもいいんですが、個人的にうだとちょっと違和感があったのでおの方にしました。街灯の下。ですので時として歌詞とは違う母音を入れたりとかするといい感じになるかもしれません。あとはどうしても意図した発音にならない時の打開策として、日本語の歌詞なんですが、あえて英語で歌わせるというのをやってみたりしました。具体的にはこの魔法うおという歌詞なんですが、
歌詞通り魔法をと入力すると、このうが個人的にはちょっとイメージが違ったので、おに変えました。ない魔法を。そうすると次の母音もおだったので、ここがつながった感じになっちゃったんですね。ない魔法。で、個人的には魔法をと、ここはあいうえおのおと和音のおは別物として区切って欲しかったので、じゃあここを英語の W を W にしてみたらどうなるかなというのをやってみました。で、今は W の W と入れて日本語のままです。これでも悪くないかなと思いました。ない魔法を。ただ今度はこの W が多すぎるっていう感じがしたので、この言語を試しに英語にしてみました。すると同じ W でもこの WOW の漢字と WO の WO の漢字とニュアンスが変わるようです。では英語の方で聞いてみましょう。ない魔法を。はい、これで結構自分のイメージしたWOに近い感じになったかなと思いました。ですので結構同じ発音と思っていた文字列でも英語にするか日本語にするかで微妙に発音のニュアンスが変わるんだなと思いました。おそらく中国語とかにするとまた違う感じになるのかなと思います。ない魔法を。ですので、いろいろ試してみるといいかなと思います。ない魔法を。あとはもう一つ同じような手法が使えるポイントとして、例えばこの歌詞のように一つの音にないという文字が入っている場合、日本語のままでもいいんですが、試しに英語のないとかにしてみるとまた発音が変わったりします。まずは日本語で聞いてみましょう。冷めない魔法を。はい、これをじゃあ英語にしてみましょう。で、英語にすると日本語のひらがなと無音になってしまうので、このないに近い文字を、そういう文字が単語が存在するかわかんないんですが、試しにこれで入れてみましょ冷めない魔法を。はい、だいぶニュアンスが変わりましたね。ちょっと英語っぽい感じの発音になりました。ですので、これをうまく使っていくと、日本語なんだけど英語っぽい発音っていう、ちょっとかっこいい歌い方をさせることができるんじゃないかなと思います。で、注意点としては、ここをローマ字のないとかにすると、またちょっと違う発音になっちゃうんですね。冷めない魔法。これだとなんか悪くないですけど、ものによってはねいとかにーとかなっちゃったりとかもするんで、ちょっといろいろここに y を入れてみるとか、試してみると違った結果が出るかなと思います。冷めない魔法を。はい。では最後は、視察音を抑える方法ですね。視察音というのはサシッセソのこういうスっていう、ちょっと耳障りな、肺がきつくなるような音ですね。で、本物のボーカルのようにミックスの段階でディエッサーかけてそこら辺を落とすみたいなやり方も効果的なんですが、ちょっといろいろやってみて感じたのは、やはり生の人間の声とは微妙に違うので、普通の生のボーカルだったら抑えられるようなディエッサーの設定で、シンセサイザー V の音がうまく抑えられない箇所が何箇所かあったので、そういう場合は個別にこの打ち込みの段階でサシッセソを弱めてあげるというのをやりました。で、具体的にやり方としては、これですね、ノートプロパティの下の方の部分で、それぞれの発音に対しての強さ、長さっていうのを変えられるパラメータになっております。ですので、この to of us のすを下げたいという場合は、この s を、強さを下げるというやり方になります。まずはデフォルトの 100% の状態で聞いてみましょう。はい、このすの部分ですね。ここを S を一番下のじゃあ 20% にしてみました。では聞いてみましょう。ちょっと弱まりましたよね。で、これをさらに弱く薄くする方法としては、この長さ自体もちょっと短めにしてみると。で、聞いてみましょう。はい。ここまで来ると、もう S も弱すぎるし短すぎるでほとんど聞こえないので、やはり適切な長さがいいのかなと思います。
うん、これはちょっと短すぎますね。はい、このくらいにすると DSR でのコントロールもしやすいんじゃないかなと思います。はい、以上がシンセサイザー V の個人的によく使うことになったワンポイントテクニックでございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。